で、やっぱりこういう人って最終的にはやっぱり自分の思ってることと自分がやってることが乖離していくんですよ。自分の思ってる理想のやるべき行動と自分がやってることがギャップが出てくるので、最終的に自分を嫌いになっていく。こんにちは。はい、こんにちは。幸せに生きるための習慣。はい。まあ、はっきり説明はほとんどないですよね。まあ、これみんな知りたいでしょう。まあでも、やっぱり自分たちも、まあ今40代ですけど、やっぱり20代、30代の時はこれをやってなかったから、まあ今よりも多少不幸だった。今の幸福感はない。まあそうですね。はい。何が足りなかったんですか？割と結構足りてたんですけど、まあでもやっぱりこれは間違いなく今の幸福感につながってるなというのは、なんかもう、まあでもよく他でも言う話なんですけど、まあちょっとここはあえて深掘りしてなぜそれなのかみたいなところまで語ると、運動。はい。なんかそのリアクションが、なんかそうですね、もう何もないですけど。いやもう、それしかないですよねっていう。運動は、そこら中で言ってるけど、やっぱりなんで運動が必要かって、まあ結局体力なんですよ。自分の子供時代とかも思い描くと、結構うちの親がしょうもないことで起こることがあるわけですよ。そりゃそうですよ。例えばもう、まあ極端な話ですよ。もう自分も今でももう記憶に残ってるんですけど、母と同じ部屋にいました。まあ、自分は多分中学生か小学生、高学年ぐらいだと思うんです。で、俺はちょっと立ちました。なんで立ったのか覚えてないんですけど、まあ、外の石見たのか、座りました。怒り出すわけですよ。ちょっと夕方で暗くなってきた。立ったんだったら電気をつけろ。結局体力がないわけですよ。私自分で電気つけないなんて自分で立って電気つければいいのに、子育て中の親とかも多分そこら中に同じような状況にあると思うんですけど、勉強をしろ。運動をしろ。言うだけで、本人が勉強をしてないとか、本人が運動してないとか、口だけで指示を出す人間になっていくんですよ。体力ないと。それはまずとはないですね。それはすごいなと思う。で、やっぱりこういう人間って、口だけで行動しない人間ってもうこのセリフだけでも嫌な人間じゃないですか。で、やっぱりこういう人って最終的にはやっぱり自分の思ってることと自分がやってることが乖離していくんですよ。自分の思ってる理想のやるべき行動と自分がやってることがギャップが出てくるので、最終的に自分を嫌いになっていく。なので、まあこういう負のスパイラルに行かないための最も効いたなるのが、まあ運動というか体力なんですけど、運動ですね。はい。なので自分は運動。一つ目。なんかあります？いやもう大賛成です。いやもう自分が体力落ちてきて、妊娠中産後、運動できなくなって、限られた運動しかできないし、それで体力がゴッと落ちて、そうするともうね、動けなくなるんですよね。そうすると気持ちも落ちるし、でも本当に言ってる通りで。なんかありませんか？じゃあ。幸せ？時間ですね。私は。時間の余裕。それは習慣なのでどういうふうに言うんですか？こういう習慣って。こういう習慣。今日からこれを始めろって言った時に、で、今日多分見てる人は知りたいんですよ。時間の余裕、そんなこと分かってるわって多分来ると思います。そうですね。それがないから困ってるんでしょ。でも今私ちょっとないので、時間の余裕が。だから人に言えるほどのことはないです。じゃあ二つ目ね。二つ目は、早起き。まあいろんな理由あると思うんですよ。夜って結局やることって、SNS の、とか見たり、YouTube 見たりとかくだらないことばっかりしてるっていうのもあるんですけど、まあ自分はそこよりも、早起きすると朝の余裕が生まれるんですよ。わかるよ。早起きして2時間勉強、まあ例えば8時に家出なきゃいけない時に6時に起きて2時間勉強するんだって結局バタバタするの変わんないんじゃないかと思うけど、その2時間は自分の自由で選択して勉強する時間だったりするので、例えば6時に起きて体が調子悪くて睡眠を欲してるみたいな時は、寝るという選択肢をできるんです、1時間。でもこれを8時に起きるって選択肢でしたら、それできないので。で、6時に起きるとかそういうふうに早起きするようにすると、朝に余裕が生まれるんですよ。で、例えば、嫌な人間になるときって大体、その人自身が実際には嫌な人間ではなくて、忙しいんですよ。朝、例えば誰か周りに困ってる人にすれ違った。でもそこで自分が忙しいと助けることできないんですよ。なんかもうその丁寧にお礼を言わなきゃいけないときに自分は電車に乗らなきゃいけないからってみんなそういうふうに、やっぱりちょっとずつ嫌な人間になっていく。忙しいと。なので、早起きは、やっぱり自分のことを好きな人間になるためには、早起きはむっちゃ効率的。で、まあそれ以外にも結局夜って大したことやらないよとか、夜
起きてると、太陽が上がってる時間の3時間ぐらい無駄をしてるよとか、無駄にしてるよとか、まあそういういろんな他の効果もあるけども、自分はその朝の余裕という意味で、早起き。超大事。夜勉強派だったじゃないですか。その時と違いますか、やっぱり。全然違うね。補足説明すると、自分は多分15年ぐらい前かな、もう。15年ぐらい前までは結構夜勉強派だったんですね。多分11時から1時頃まで勉強してたね。で、大体、家の中だと、やっぱり周りがこううるさいので、マクドナルドとか、まあだから11時とかその辺もスタバやってないから、大体マックですね。でもやっぱり夜だと眠いの。大体ご飯食った後に勉強しようと思うからもう眠いの。朝の方が、やっぱり朝起きた方が眠くないです。わかりました。うん。なので。じゃあそんな感じで。早起き。他には。なんかあるでしょ、1個ぐらい。だって、なんですだって基本的に今、一日の習慣は自分を幸せにするためにやってるんでしょ？だからそれを考えると、今までの人生の中でないのは、好きな人と一緒にいる。これ極論っていうか、その相手がいなかったら無理じゃんになっちゃうから。他に何かありますか？でしょ？でも、だって24時間今自分の幸せのために作ってるでしょ？それ以外のためにやってるのか何のためにやってるのって聞きたい逆に。3つ目、スマホを見る時間を決める。スマホを見ないと言いたい。スマホを使わないと言いたいが、そこまではまあさすがに今の現代ではできないので、なのでこの習慣っていう言葉にするんであれば、スマホの使用を制限するですね。まあ通知とか LINE とかですかね。まあ自分の場合通知オフだし、ほとんど LINE 見ないし。なのでまあちょっとここまではちょっと極端なかもしれないけど、まあ一個一個そんなに一生懸命返す必要も多分個人的にはないかなと思います。それで繋がってられないいう人間関係は多分最初からいらないかなと。はい。じゃあ、そんなところで。なんで終わらせようとするの？だってもうシンプルにこんなに充実した内容が来てるから、だらだら話せるで超よくない？もう一個あるんですよ。これ、難しいなと思う。これもよく言われるんだけど、まあこれはあえてちょっと自分がこうだと言わないで、一応語るだけ語るね。読書。これどう思いますか？読書は最近私読めてなくて、思うのが心の余裕がないと本は読めない。読書もいろんな人がこれをすべきみたいな良い習慣として語ってるけれども、まあ、個人的には自分は本を読むだけだったらあんまり変わりないかな。映画を見るとかアニメを見るとかとあんまり変わんないかなと。なので、なんか世の中には読んでる本の冊数ばっかり自慢してる人間もいるんですけども、そういう人間になってる人がいるんであれば、ただ読んでるだけじゃ意味ないよって、それですね。それ、すごい冊数読んでるじゃないですか。じゃあどうやって読んでる？何が違うと思うんですか？なんか意識してるんですか？アウトプット。やっぱりこれで絶対あるかないかで全然違うと思うので、自分もちょっとアウトプットの方法自体はまだ試行錯誤してるけれども、その本を読んだ後に何が知らなかったことで何が自分がこれから変えようと思ったのかとか、自分がこの本を読んでこういうふうに行動を変えようと思ったとか、そういうところを洗い出したりしていかないと、本当に読んだだけになっちゃう。ただのエンターテインメント。自分の人生には一切影響を与えない。あとは完全にこんなくだらない本って読みながら思っちゃうと学びないので、やっぱり本当にしょうもない本だったとしても、ありますよ。そういう本もあるんだけど、どこか少しでも学べるところがないかみたいな読み方をしていかないと、結局ただ読んだ冊数ばっかりフォーカスしてる人が、読書家と呼ばれる人の中にも多すぎるかな、みたいなのは思いますね。アウトプットは大事かもしれない。まあ何でもそうですよ。インプットとアウトプットですよ。はい。ですかね。なので読書に関しては、注釈付きですね。じゃあそんな感じで。じゃあそんな感じで、皆さんからのご意見、コメントお待ちしております。チャンネル登録、いいねお願いします。バイバーイ。次、幸せにする習慣のサムネイル。はい。よいしょ。